角い穴がありますが、これが通気口になっています。九州に今も残る戦争の跡。飛行機を置いていた格納庫、27秒しか飛べません。ガイドブックではわからない話です。そんな厳しいことは言わんでもいいだろう。当時の思いが染み込む戦跡。もしかすれば海に突っ込んだかもしれない。証拠が残っているのがですね、ここにあるんです。鹿児島県鹿屋市。鹿屋市平和学習ガイドの佐古睦子さんです。はい、ここはちょうど第二次大戦当時飛行場だったところです。海軍基地だったところなんですね。ここにはかつて基地がありました。まっすぐな道は当時滑走路があった場所です。当時の滑走路が1200メートル残っています。幅は緑地帯を合わせたら50メートル、当時の幅そのままの50メートルが残っている、非常に珍しいところだと思うんですね。現在は平和公園として整備されています。ここに赤い橋があるんですけれども、この橋から向こうの慰霊塔に向かって手を叩くと鳩がクックッと答えますということで、皆さんここで拍手をしてもらうことになっています。ではちょっとやってみます。いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。拍手と同時にクックっていうような音が聞こえたでしょうか。聞こえました。旧串良海軍航空隊基地出撃戦没者と書いてありますが、特攻隊の方々だけでなくて一般の攻撃で亡くなられた210名の方々のお名前も記されています。ここ串良基地からは特攻隊も飛び立ちました。現在の鹿屋市には串良基地のほか笠野原基地、鹿屋基地と合わせて3つの飛行場がありました。実はこの地域、日本で最も多くの特攻隊が飛び立った場所です。
ずっと見ていきますと常磐中華隊、これは茨城の方から来られた方々ですね。そして白露隊とか八幡号隊などがあるんですが、ずっと見ていただきますとだんだん最後の方に行きますと徳島というのが目立ってきます。徳島の方から編成されてこられた方々ですが、白菊隊、この白菊という飛行機は練習機で戦闘機ではありませんでした。串良の飛行場が飛行機の整備兵を育てるという目的で、その練習用に使われた飛行機ですから、もう本当に胴体は金属でできていたけれども、翼の中身は木で、もう時速も200何キロしか出ないような、そういうのももう使わざるを得なかったということですね。飛行機がもうなかったということが言えると思います。この串良基地の施設が今も残っています。海軍航空隊串良基地の地下壕第一電信室です。出入り口から出入り口まで57メートル、そして深いところで地下7メートル、階段を降りていただきますと通路があるんですね。細い通路が。串良基地地下壕第一電信室。ここは当時基地を飛び立った飛行機と電信していた施設です。足元気をつけてくださいね。それではちょっとこちらの方の左の方にちょっと行きたいと思います。足元、それから頭に気をつけて入ってください。細い通路に行きます。人一人が通れるぐらいのところです。ここ頭注意してください。カメラ持っていらっしゃるので大変だと思います。頭注意です。ここの上のところにですね、四角い穴がありますが、これが通気口になっています。5箇所ありました。当時は多分飛行機から見えないように何かカムフラージュがしてあったのではないかと思います。ここはですね、通気口だけではなくて手回し式の発電機も置いてあったんだそうです。緊急の時にですね。電気は普段外から引き込んでいました。ここは停電が許されない施設です。敵の爆撃にあってやられたらここ真っ暗になります。電気が通じないとここ24時間3交代制で通信をしていましたので、電気が通じなくなればもう一番困るわけですね。もう当時の兵隊さんたちこんなところを駆け回っていらっしゃったのかなと思うと本当に大変ですよね。こんなに低いところ。今土のあれになっていますが、当時は杉板で全部杉板で囲まれていたんだそうです。
今ツーという長く尾を引いた時には鉄管に突っ込んだかもしれない、もしかすれば海に突っ込んだかもしれない。それが短いツーッと切れた時は海に突っ込んだ、もしくは敵にやられたという判断をしたということになります。ここで働いていたという通信兵の方は、このモールス信号に似た音を聞く。例えば車がバックをする時になんかこれに似たような音がしますよね。それを聞いたら今でもなんか呼吸が苦しくなるんだそうです。桜花とは飛行機そのものが爆弾という特攻兵器です。エンジンはありませんでした。27秒しか飛べません。じゃあどうしたかというと、一式陸上攻撃機のここのお腹に吊り下げて、そしてこれで基地を飛び立っていきます。敵の軍艦が見えたところで乗り移れって言われて、これに乗り移ります。そして切り離せと言われたら、これはもう落ちていくばっかりです。その27秒の間に自分の目標を定めて突貫していく。ここに乗る人が桜花隊員、この全部陣雷部隊、その人たちがここで最後の例えば3日間かもしれない、1週間かもしれない野里国民学校で過ごしたところです。明日出撃命令が下るかもしれない隊員たち。地域の人との交流もあるなど、この宿舎は独特の雰囲気があったそうです。散歩の範囲は1平方キロメートルと決められていたそうです。子どもたちと交流してるんですね。ここにいらっしゃった岡村元春という司令官が割といろんなことを許していらっしゃったそうです。ここを抜け出して鹿屋の町に行くのを脱出の脱って言ってたんですね。脱をしても怒られなかったそうです。もっと厳しくしたらどうですかって言ったら、この人たちはお国のためにもうすぐ命をなくす人だから、そんな厳しいことは言わんでもいいだろう。今来ました。ここは川東延滞郷、この地区が川東地区です。飛行機を置いていた格納庫ということになります。アメリカ軍の空爆から飛行機を守ろうと作られました。頭に気をつけてください。頭、それから足元滑りますので気をつけてください。
掩体壕はコンクリートでできています。しかし鉄筋は入っていません。当時資材が不足していたからです。鉄筋はなかったので、それを補強するために木を使ったと言われています。骨組みを作ったのが、こういった大きな木。大学の先生がおっしゃってました。木で基礎をしっかりしたんだろうというのがこれですね。こちらを見ていただくと、もう腐っているんですけれども、ちょっとやっぱり小ぶりですね。掩体壕を作るには、まず土を盛り、その上にコンクリートをかぶせます。その後、コンクリートが乾いたら土を取り除き、完成です。土でこうした上に紙をのせたんですね。ですからこういうのがまだ残っていますね。紙をのせて、その紙の上からセメントをのせてきちんとした形を作った。この使われた紙ですけれども、当時セメントが入っていた、その紙を使ったというのが証拠が残っているのがですね、ここにあるんです。これを当時はですね、カタカナを右から左に書いたんですね。セメントっていうやめんとに見えますけど、セメントだからセメントを入れていた袋を使ってこんな風にしたんだというのが分かります。で、よく見ますと泥がついてるんですね。80年ぐらい経った後もこんなして泥が残っています。なぜだろうかと思うんですが、この紙を通してセメントが染み込んで、この土をこうガシッと掴んだような形、染み込んで掴んだような形になってるのかなと、想像するしかないんですけれども。